こんにちは、大沢です。今回は前回の動画に引き続きルームツアー後編でございます。前回のアップグレード版、リメイク版ということで、前編は玄関からキッチンまでだったんですけど、今回はリビングと寝室、あと作業スペースもご紹介できればと思います。で、デスク周りについては別の動画でデスクツアーアップしておりますので、そちらも合わせてもしご興味ございましたら、ぜひ最後までご覧いただけると幸いです。はい、では今回も前編に引き続き、ここからはアフレコ形式でいきたいと思います。左上にアイテムとメーカー名を表示しまして、右上には部屋全体を 3D スキャンしましたので、現在地を表示しております。必要であればご確認ください。ということで、リビングと作業部屋はこんな感じでございます。本来部屋2つなんですが、パーテーションを全部開けてしまってます。まずリビングからいきますね。このドアにかかってるフックなんですが、これはお客さん来た時にちょっとコートとか荷物かけたりとか、あとは洗濯物何枚か乾ききらなかったなって時に結構重宝します。場所取らなくていいですよ。色も4色ぐらいあったかと思います。そしてこのトゥエンコのパタパタ時計、これもすごい気に入ってるんですが、1時間おきにこのパタパタが一斉に切り替わるんですけど、その音がマジでうっさい、銃声みたいなパーンってなって、この時計買って1年半ぐらい経ちましたけど、未だに慣れないです。この時計結構有名なんで知ってる方も多いと思うんですけど、パターンもいろいろあるので調べてみてください。はい、そしてこちらのバンカーズボックスを専用のパーツで棚にしておりまして、サイドにクイックルワイパーを隠しております。で、上にはルームフレグランスをいくつか置いておりまして、プエブコのスプレータイプとか、これはもらい物、なんかハイビスカスっぽい匂いがします。これがフレーバーデザインのスプレーですね。これちょっと癖強めです。これもプエブコです。ホワイト系、これもまたプエブコ。どんだけ好きなんて感じですけど、ラベンダー風じゃなくってその辺に生えてるラベンダーの匂いです。はい、ボックス1段目は掃除用具の替えとかを収納しております。ハンディのふわふわとか、ファブリーズ、あいつが出たら速攻装備できるようにゴキジェットとか。2段目はですね、電池とかたまに使うガジェット類。このバイノーラルマイク ASMR やろうと思って買ったけど使ってないやつです。予備の電球とかダスターも入ってます。で、3段目は片手だと引っ張れないぐらいパンパンに入ってて重いので、今回はお見せしません。ちなみに CD とかカセットとか音楽メディア系を入れてます。隣に置いてるのが、これ僕のオンラインスト用の段ボールですね。いい置き場所がないのでとりあえずここに置いてます。そしてこれがダルトンのツールボックスなんですけど、僕は救急箱として使ってます。開けるとこんな感じですね。一通り入ってます。ではテレビ周りに行きたいと思います。テレビは LG の 4K42 型です。このランタンどっかに吊るそうと思ってたんですけど、置いた方が可愛かったんでここに置いてます。 USB 充電でも電池でも使えます。あ、これはスケーターのフィギュアですね。グリーンアーミーあるじゃないですか。それを模したもので、おもちゃの動画でもご紹介しましたね。これがスマブラエディションのプロコンと、一気に5つコントローラーを充電できるものです。充電中はここが赤く点灯します。奥にはケーブルボックス、ここにケーブルを隠しております。そして手前には自分でカスタムしたスイッチ、これも大変でしたね、本当。ただ側を変えるだけじゃなくて中の基板に入り込んでるので電子工作の域なんですよ。ほぼ初心者だったんで心折れかけましたね。任天堂はやっぱりスケルトンのイメージです。こちらがスーパースターのレゴ、ちゃんとプレートもついてて、箱もそのまま再現されてて、本当にスニーカーみたいな感じで売ってるんですよ。これは僕の動画史上一番長い動画なんですけど、アップされてますので時間のある時にぜひご覧ください。これが友人からここに置きたいがためにもらったジャンク品のターンテーブルです。完全にインテリアとして置いてます。で、その上に置いてるのがスター・ウォーズのレゴ3つです。ストームトルーパーとタイファイターパイロットとスカウトトルーパーです。これも動画アップしました。このストームトルーパーがレゴデビューだったんですけど、まんまと沼にはまってしまいましたね。ちょっと身の危険を感じたので今はセーブしてます。後ろにはなんだかわからん手相のオブジェとアインシュタインの貯金箱、頭良くなれーってたまに小銭入れてます。そしてテレビ台に行きまして、ここは特殊な形のブルーレイとかあるじゃないですか。そういったものでブルーレイレコーダーがあっ
て、ここ開けるとケーブル類ですね。使ってないリモコンとか。その隣にはリングフィットのコントローラー、できるだけやるようにしてます。汗がくんで別売りのアタッチメントもあります。これがスイッチ、外に持ち出す時用のケース。こっちはコントローラーも持ち出したい時用のケース。はい。で、下の引き出しを開けるとソフト類ですね。ポケモンばっかりですが、実家にもあるんですけど、ポケモンは全世代やってきました。昔はオンライン大会出たりとかしてました。ただ嫁パなんで記念にって感じですね。皆さんはダイパリメイク買いましたか？このケースに 3DS のソフトを入れております。これは自分でデザインしたんですけど、手話でポケモンって単語を表しております。この 3DS は完全にポケモン専用機でした。これがスイッチのソフトですね。いろいろあります。こっちの引き出しがブルーレイです。この作品スパイダーバース話題になりましたけど、まだ見てない人絶対見てください。すごく創作意欲が湧く作品です。未だに見返すぐらい見せ方が革新的ですし飽きないです。はい、テレビ台はこんな感じでございました。続いてこちらがコードレス掃除機です。アタッチメントがたくさんついてきて、これも Amazon で買った安いやつなんですけど、全然十分ですね。でも僕マキタの掃除機に変えたいんですよね。で、奥には前編でもご紹介した超音波式の虫除けです。電気代もほとんどかからないのでいいですよ。こちらがトタンのゴミ箱、大きいサイズもございます。ザ・インダストリアルって感じ。そしてリビング部分に行きます。こんな感じですね。動画もいつもここで撮っております。ラグは IKEA のです。これめっちゃ気に入ってます。毛足が長めなんで末端冷え性に優しいし、かつデザイン性もあるっていう。リングフィットやる時も響きづらくて助かってますね。こちらがテーブル、アウトドア用のものを使っていて、天板が簡単に外せて小さくまとまります。で、このサイドにティッシュを収納してます。これは蓄光のティッシュケース。このティッシュケースも空張りいくつかあったと思います。これはウェットティッシュですね。これ本来病院のベッドの柵のところとかにつけれるポケットで、それを使ってます。リモコンも入ってますね。こちらはクッション類です。この2つはソサイティ6で買った丸型のクッション、 UFO 柄とブロックノイズ柄ですね。なかなか市販でない柄なので輸入するしかないんですよね。届くまで2週間以上かかりましたね。こちらが TSUTAYA で買ったクッションで、クローバーのものなんですけど、いろんな編み方で何タイプかあって全部ハンドメイドで可愛いです。これは IKEA のクッションカバー、見たことある方いらっしゃるんじゃないですかね。ただ中に入れたクッションが柔らかすぎて失敗しました。この2人用の座椅子、デカ座椅子なんですけども、これ広げるとベッドになるので、この上に布団敷けば冷却時もバッチリということで人来ないんですけど、でこちらに予備の折りたたみ椅子ですね。これも本来アウトドア用の椅子です。テーブルと同じくしっかりしているのに軽いです。その後ろには物撮り用の簡易スタジオを組めるやつ、 60×60 なんですけど、結構でかくて場所取ります。そしてこちらに移りまして、香水類、リプティックとかフレーバーデザインとか白とか、あとスティックタイプ、いろいろあります。これも動画アップしてるのでよかったらご覧ください。外に出るとき使うのはリプティックが多くて、僕基本的に家にいる時につけるんですけど、一番のおすすめはナウのチルピルです。リラックスできるのに作業にも集中できるっていう万能な匂いです。これラジオメーターで日光に当たると中の羽がくるくる回るだけなんですけど、ここ日光当たる場所じゃないんで意味ないです。こちらが解剖モデルで、臓器のパズルなんですよ。いろんな動物売ってるんですけど、人と犬を購入しました。牛とか恐竜も欲しいんですよね。で後ろにあるのはベアブリックに見えますけど、実はクレベリンです。スター・ウォーズエディションのやつでウイルスを除去してくれるみたいです。そしてこの何個か置いてるコンテナなんですけど、これはオンラインストアの包装用の箱とか袋、あと展覧会の時に使う備品とか、あとアナログの作品を収納していて、あえてコンテナを見せるように置いております。で壁には今までやった古典のポスターです。右がファーストで左がセカンド。展示やりたいですね。でこれは部屋を分ける備え付けのパーテーションの色が焦げ茶で嫌だったので、レジャーシートで隠しました。そしてクローゼット、ここを開けると別に面白みもないんですが、空箱とか普段使わないものを収納してます。旅行用品とかガジェットとか。照明はホーロー素材の照明で、メタルのコードリールで吊り上げてます。ではこっちの作業スペースに参ります。こんな感じですね。まずこのライトなんですが、これ工事現場とか炭鉱とかで使うライトなんですけど、デザインが好きでクリップで留めて使ってます。でデスク周りこんな感じなんですが、こっちがデジタルスペース、こっちがアナログスペースって感じで住み分けてます。じゃあこっちから行きましょうか。
これは iPhone と Apple Watch と AirPods を同時に一時充電できる充電器です。デバイス多い方、ポート不足になること多いじゃないですか。そういう方にはとてもいいと思います。僕他にもタブレットとかカメラとかも充電しなきゃいけないので、これは必須ですね。これは巻き取り型のケーブルでライトニングと USB-C とマイクロ USB 充電できます。そしてこちらのスタンドに MacBook と iPad を立てて収納しております。基本的にずっと SSD はつないでます。隣にモニタースピーカー、僕楽曲制作するのでモニタースピーカーです。これ前編でもご紹介したコースターであえて水滴をつけたくなるデザインのものなんですけど、詳しくは前編をご覧ください。マウスパッド低反発のアームレスト付きでいいですよ。ただ滑りに抵抗力が強いので慣れると使いやすいって感じですね。でこちらがメインの iMac、 もう何年使ってるかかなり古いものなんですけど、次出る iMac Pro が出たらさすがに買い替えます。 PC スタンドに載せていてキーボードをどかすと中に MIDI キーボード iRig を収納してます。だいたいこのキーボード一つで楽曲制作してます。で最近導入したワイヤレスの MIDI キーボードコルグのです。遅延もないし安いしコンパクトだし DTM 始めたての人はこれ一つ持ってれば間違いないんじゃないでしょうか。そしてここにハブと奥に SSD、 手前のプエブコのメガネケースにメガネとエトボスのブラシ、これウカのピンクと同じぐらいの硬さなんですけどブラシの数も多いしこっちの方が安いのでおすすめです。あとはドライアイなので目薬とリップ、左のスピーカーにはこれもすいませんプエブコなんですがスクリーンクロスです。これでメガネ拭いたりこんな感じでモニター拭いたりしてます。デザインもいいので乱雑に置いといても OK です。そしてアナログスペースに行きますか。アナログ作業をするスペースはこんな感じです。これ僕の中の紙ロボットチャッピーとターズとガーティ、これも動画アップしました。これ好きな方いたら語りたいですね。このホワイトボードに集めているステッカーを見せる収納として使っていて、これが1回目の補填のステッカー、2回目の補填のステッカーです。これ小さい LED でめちゃくちゃ便利で買ってよかったなと思ったんですけど、こんなに小型なのに光量もすごいし色温度も無段階で変えれるので、しかもマグネット付きで三脚のマウントに取り付けられて YouTube の撮影にも使いますし物撮りにも使ってます。おすすめです。こちらが僕が世界一好きな美術館 ZKM のパンフレット、たまにこれ見て士気を高めてます。でこの辺はスタメンのステーショナリーです。ホッチキスとか、これ何か分かりますかね。このキャップ外すとハサミなんですよ。ペンタイプで場所取らなくていいですよ。でこれもなんですがペンタイプでここ開けるとホッチキスになるっていう、これが普通のテープカッターに見えますがちょっと分かりづらいですけど、ほとんど力を入れずスッと切れるカッターで切ったエッジがギザギザにならずまっすぐ切れるっていうやつです。これも激推しのノート。今までいろんなメーカーいろんな形のノート使ってきましたけどこれ以上のものないです。ちょっと話すと死ぬほど長くなるのでノートだけ語った動画あるのでご覧ください。こちらがマスキング系ですね。下のやつが100均で買ったケースに収納してます。これ今売ってるのか分かんないですけど使いやすいですよ。でこれが鉛筆削り、デザインがオフィスライクで可愛くて使ってます。ちょっとダサいのがいいんですよね。そしてこれも動画出しましたがペン立てになるペンケース、シリコン製で汚れてもそのまま水洗いできて容量もあって最高。これは IKEA で買ったデスクライト、少しルクソージュニアみたいで可愛い。このシルバーが良くて後でご紹介しますけど、この部屋のライトとデザインを近いものにして部屋を遠目で見た時に統一感を出してます。隣に置いてるのがこれマイクスタンドなんですけど、僕はカメラスタンドとして使っていて上からの俯瞰で撮るとき、コラージュとかレゴとか手元を撮りたいときに使ってます。ハンドメイド系の動画撮りたい方はおすすめです。ここに定規2つ置いていてティッシュケースはもらい物です。このカッターマットの上で作業をしてます。ではこちらのデスク下に行きます。 IKEA のキャビネットです。1段目開けると名刺類、自分の名刺のストックとかいただいた名刺を収納できるボックス、このデザインもいいですよね。でマルジェラの財布、ビブラムのカードケース、あとこれフリスク、このフリスクないと禁断症状出てやばいので常に近くにあるようにしてます。使わないカードを入れるケースもここにあって、メガネの曇り止めとかもあります。でこれ何か分かりますかね。これ印鑑とかパスポートとか通帳を入れるセキュリティケースで穴入るので貴重品これ一つに集約できるので便利です。2段目はすぐに使うガジェット、 ZKM のガジェットポーチにワイヤレスマウスとかハブとかを入れていて、すぐこのポーチに持ち出せば外で作業ができます。これ YouTube の撮影に使ってるカメラ G7X Mark III です。
このケースは自分で歯切れで作りました。これは B&O のワイヤレスモニターイヤホン。今 AirPods Pro 使ってますけど、前はこれ使ってました。スライム状のクリーナー、輪ゴム、ディスクドライブ、裏紙もったいないのでメモに使ってます。で3段目は持病の薬とかが入ってるので、ここは飛ばさせていただきます。4段目は重要な書類とか領収書とか個人事業主の宿命ですね。5段目はストックのノートたちです。はい、キャビネットはこんな感じでございました。でサイドに自分でフックをつけてヘッドホンをかけれるようにしてます。赤毛の K275 とソニーの WH-1000XM4。楽曲制作するときは K275、普段は 1000XM4 を使ってます。これはケーブル隠したいのでボックス、このカバーからボックスに経由させてます。ここはマジックテープのバンドで留めてます。このゴミ箱さっきご紹介したやつのでかい版です。わかりやすくインダストリアルですね。こちらが裁縫系、僕のブランドの試作品をよく作ります。ミシンとかソーイングツール、糸とか、あとアイロン、ここにアイロン台もございます。これが使ってるオフィスチェア、僕若干チープなデザインの方が好きなので、レザーとかでなくメッシュ素材で、ここを引っ張るとフットレストが出てくるので、作業に疲れたら一旦ここで寝ます。これがですね、ジェルクッション。僕腰が死んでる上に尾てい骨が出てるので、これがないときついです。でサポーターです。これつけて作業をしてます。腰を割ってる人、このサポーターめっちゃいいですよ。しっかり固定できるのに締め付け感がそこまでないです。ではこちらのスチールラックゾーンに行きましょう。ここは仕事に使うツールが多いです。上にアナハイムのボックス、これ A4 がちょうど入るサイズで、ここに普段読まない本を入れてます。本は参考書とかアート、デザイン書籍が多いです。この後ろにも本が詰まってます。これさっきご紹介したスパイダーバースの設定集、原価より高い値段で中古で買ってしまいましたね。これ数量限定のバンクシーの作品集、日本語版じゃなくて英語版です。これがエプロンですね。アナログ作業するとき、特に絵の具とかインク使うときにつけてます。プリンターがあって、これはちっちゃいバンカーズボックスでプリンターのインクのストックを入れてます。で今まで言った展覧会とかデザインの参考用に保存したいフライヤーを入れるファイル、いろんなサイズに対応できるようにしております。イラストレーターの友人の年賀状とか撮っておきたいんで全部保存してます。これが国用のケース、印刷用紙を入れていて、この段は特殊な印刷用紙ですね。こちらがツールボックス、主に工具ですね。デザインが武骨でかっこいいです。このレーザー付きのメジャーもデザイン好きです。で、学校で使うような道具箱、普段あんまり使わないものを入れてます。丸型のカッターとかフック付きの画鋲を、ひっつき虫とかコンパス、その他もろもろで、このコンテナは画材系です。ハケとかパレットとか、あとニスとかですね。奥にも同じものが置いてあります。このバケツがアメリカのホームセンターのバケツで、中にテープ類、もう一つが絵の具を入れてます。ビローのファイルボックス、ここに紙の見本です。もう一個は大きめのスケッチブックとか方眼紙を入れてます。ここのコンテナはコラージュで使う素材を主に入れてます。これは今まで言った展覧会のチケットです。ちゃんとデザインされてるものは取っておいてます。あとは画用紙とか切り抜きとかイラストボードもあります。このバンカーズボックスは布類です。試作品を作る時に使うものを収納してます。でこちらが撮影機材、 IKEA のキャスターに小物類を入れていて、奥にいつも撮影に使うボックスライト、あとは三脚ですね。普通のと上から撮れるものとスマホとかタブレット用の3種類ございます。はい、こんな感じでございました。でうちはブラインドとスクリーンを2枚重ねで使っていて、このスクリーンに映像をプロジェクションしたりとかしてますね。でこちらに移りまして、備え付けのクローゼット、あんまり気に入ってないです、このクローゼット。でこっちのコンテナにはちっちゃいバッグ類が収納してあります。いろいろ入ってます。でこの大きい方には大型のバッグ、ショルダーとかトートとかバックパックとかいろいろ入ってますね。バッグ結構僕多いので、こんな感じでコンテナに入れて見せる収納にしてます。でクローゼット開けるとこんな感じで、下に来客用の布団と、上に今まで僕のブランドで出したルックのアーカイブ品ですね。で左側から右側に向かって重めで長めのアウターにするようにかけていて、モノトーンとかアースカラーが多いですかね。アースカラーって言ってもカーキベージュぐらいですけど。そしてベッドスペースに行きまして、この枕と布団のカバーは IKEA です。でこの奥にあるミュート柄のクッションなんですけど、これもソサイティ6で輸入しました。こちらのブランケットはザラホームです。
このポケットは寝る前に iPad で Netflix 見た時に眠くなってきたらすぐ脇にポイって収納できる用のポケットですね。イヤホンとかも収納してます。でここをずらすとアクセサリー類、サスペンダーとか、あとキーホルダーとかピンズとか、僕ピンズ集めてるんですけど、これほとんどスタジオカルトっていうサイトで購入してて、これも輸入なんですけど全部可愛いんで見てみてください。あとはピアスとか収納してますね。で下のトレイには帽子とかベルト類を収納しております。そしてベッド下の収納が1個目が肌着類とか靴下とか部屋着とかです。でその下が軽めのトップス、 T シャツ、ロン T、プルオーバー系で、右の引き出しがこれ全部ニットなんですけど、僕ニット好きすぎてこれベッド幅まで収納あるんで奥までずっとニットあるんですけど、やっとね最近ニット着れる季節になったんですごく楽しいんですけど、いろいろなタイプのものがございます。そして一番下の段がボトムス系、スラックスからジーンズからカーゴから太いのから細いのまでいろいろ履きます。はい、ベッド下はこんな感じでございました。で使ってるラグなんですけど、これ左側が IKEA で右側がフランフランで買いました。フリンジ付きで可愛いですよね。でこの部屋で使ってる照明はこんな感じなんですけど、さっきご紹介したデスク上のライトとリンクするようなデザインのものを使ってます。で電球は全部スマホで制御できるようにしてあって、調光調色できます。はい、ではこちらのリビングから作業スペース、ベッドスペースまでご紹介しました。前編にわたりかなり長編でしたが、全部見てくださった方ありがとうございました。こんな感じです。もしこのアイテムもっと知りたいっていうものがあればコメントいただければと思います。ということでルームツアー後編でございました。いかがでしたでしょうか。1年前のルームツアーよりは情報量多めで頑張ってみたんですが、ご紹介したアイテムはできるだけ概要欄に URL 載せておきますので、そちらから飛んでいただければと思います。もしこの載ってないアイテム気になりますとかっていうのがあったらコメントをください。これまでもインテリア系の動画何本かアップしていて、収納アイテムとか普段どうやってインテリア組んでるかとかお話ししておりますので、プレイリストもあるのでぜひご覧ください。ではではこの動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。何かご意見ご感想ございましたらコメントもお待ちしております。お仕事も引き続き受け付けておりますので、チャンネルの概要欄からお気軽にご連絡ください。次の動画も楽しみにお待ちいただけると幸いです。それではまた。